おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、人物を写実的に描いてみたという動画でございます。これ何度も出しているんですけど、今日ちょっとうまくいきました。下地の仕事みたいなのとか非常にうまくいきました。今日は無理なく、ある程度固有色に近いもので、初めから描いたという感じで描いていきました。そして最後の密度を上げていく仕事なんか非常に参考になるんじゃないかなと思います。よかったら最後までご視聴ください。それでは、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。人物ですね。妻がモデルをしてくれたものを描きたいと思います。結構もう今回はですね、いつもなんか下地に青っぽいのを塗ってみたいな動画結構あったかもしれないですけど、もう結構直接的に来ました。ある程度肌の色に近いような色で、やっぱりこっちの方がうまくいくことが多いかもしれんなっていうことで、なんかこう、初めにこう、ちょっと青系、紫系みたいなことを塗っても、うまくいってた時もあれば、今回はこの赤系の中に若干の青みを見せてあげるとかっていうこととか、要は一回の仕事の中で微妙な寒色系みたいなものとかを入れていくみたいなことをちょっとやってみたりした動画でございますけども、すごく写実的に描いていってうまくいきました。80点ぐらいかな。はい、うまくいった方なんちゃうかなと思います。自然光の中やから結構コントラスト、陰影のコントラストがガチッとついておりますけども、そういったものを描いていったということです。3年やってね、本当にようやく水彩が慣れてきたかな。もともともちろんこう絵描きとしてはやってきていたんですけども、見せるとかっていうよりプランニング、エスキースとかね、屋外のスケッチとかっていう感じだったんですけど、ちょっとずつようやく作品になってきたんちゃうかなというふうに自負しております。ありがとうございます。もう本当今日なんか雑談久しぶりにしようかなと思うんですけど、全く今思いつかないんですけど、もうね、1月ぐらいに入ってらっしゃるので、もう入試の間近ということで、頑張れ受験生ということでね、負けんな受験生。受験が全てやないんですけどね、ぜひぜひもしね、大学とか入ったら、その後も頑張ってくださいね。入ることが目標になるような人、案外いますけどもね、もうそれやと寂しいのでね、継続して、絵描いている人は描いてほしいなと思いますし、美大行きたかったのに行けなかったっていうね、お父ちゃまお母ちゃまもおられるかもしれませんけどね、負けじと勉強していけば全然ね、頑張れていけると思いますけども、今ここ、ね、ちょっとぼかしましたよね。ちょっとそこ、エッジがカクッとならないように、しましたけど、このあたりを今後の課題かなと思う。カクッとして乾かしておいて、そこから後で拭き取って柔らかくする方がええんかな。その辺っていうのが次の課題かなと思いながら、いろんな課題を見つけていくということでございます。油絵家のちょっと入試の話、最近のことはよう知らないですけど、ちょっとお話とかを絵の方の解説も同時にしながら、ちょっと濃い色とか置いてですね、案外薄くなりますから、もう本当に明るくなりますので、結構ぐっと濃いめに置いても、案外いけるかなと思うんですけど、今回あれでしたね。わかんないですよ。あんまり細かく知らないですけど、ある方、YouTube のある方が見てらっしゃる方、今年はなんか東京芸大は油絵のみらしいですっていうことで、と思って、ちょっと募集要項みたいなの調べてみたんですけど、出てますよね。で、12月ぐらいにももう一回出るのかなちょっとわかんないですけど、面接があるみたいですね。頑張れって感じですね。受験生も。ね。対策をいっぱい予備校やら学校やらが練ったりするのかもしらんけど、ね。私の友人の関西出身の王くんは、そういう仕事に携わってたことがあるらしいんですけど、面接っていうのは、やっぱその王くんに関しては、字が見たいって言うてました。字が。素が見たい。ものすごい練習してくるから、その練習の緊張感、言い間違えたらあかんっていう緊張感の方がこっちに伝わってきて、なんか、何に喋りたかったかなとね、志望動機は何々でございます。よろしくお願いいたします。これで、あれで、これでとか、本当にもう一生懸命練習して、そらね、学校の先生練習するのは当然やと思うんですけど、どっちかというと数が見たいというのを、王くんは言うてましたよ、関西の。でもなかなかそれって難しいんですけど、でもね、うっかりね、大学入ったら、サークルやって、バイトやっていろんなことに挑戦したいですとか言う人いるんですけど、
じゃあ経済学部でもええんちゃうとかね。そんな感じで思ってはったみたいですよ。私の友人の王くんは。だからなんかその辺っていうのはなんかね、今やったらやっぱ海外とかで何かとかっていうこととかね、そういうことを言う人とかがね、いっぱいいた方が嬉しいんちゃうかななんて思ったりしますけども、まあ私が入試の学生時代、また予備校先生時代はもう今から20年ぐらい前なんで、今参考になる話ゼロやと思うんですけども、まあ、倍率も高かったですもんね。当時30倍ぐらい。僕がもう東京から離れる時でも30倍近くは確かあったと思います。私が受けた時で45倍ありましたので、なんかもう本当にこう、なんていうかな。まあ、雑でしたよね。変な話。人が多いと雑になるって面白いもんなんですけど、なんでって思うかもしれないですけど、それぐらいほっといても人は来るからです。ほっといても予備校に浪人生として来る。ほっといても大学にはいっぱい来る。っていうことで、なんか雑やったです。すごくこう雑やったなっていうイメージがあります。まあ、例えば、の例ですけども、まあ、僕の友人の王くんの話なんですが、今髪の毛描いてってます。これ、稜線とかをちゃんと意識しながら描いていかなあかんですよ。王くんの話なんですけど、T 大学という、T 美術大学というのがあるそうなんですけど、東京の多摩地方の方ですけどね、にあるそうなんですけど、まあ、T 大学と M 大学という、大学と私立はですね、あとは、上野の横の、上野動物園第二分校の方を受けたそうなんですけど、受けた年、現役の時やったかな、一浪やったかな、覚えてないですけど、T 大学の時、昼休みに、外に出て、まあ2月やっけど、外に出て、外でみんなご飯食べてました、お昼ご飯。寒いよね。寒い。雑でしょ、まずね。今やったら絶対どっかね、親御さんやら学校の先生から今もそうかもしれないですね。そうどうですか知らないですけど。クレーム来たりするかもしれませんけど、雑ですよね。で、なんかこう、大学生が入ってきて、どんちゃん、サークル入ってとかっていうどんちゃん来てました。入試中ですよ。あれ、ちょっと考えられへんなと思って、こっちはなんかこう、イヤホンとかしてなんか、ね、飯食うて昼休みの間だけ外出てるんですけど、こっちっていうか僕の友人の多くの話ですよ。さあなと思ってましたもんね。僕それで正直もうここの大学行かんとこと思いましたもん。もし受かってもね、これ本当の、僕じゃないわ。私の友人の多く。本当にこう昼ご飯食べてね、静かに一人してたら、どんちゃん、何々サークルです。よろしくお願いいたしますと、まだ合格もしてないんですよ。ね、入試中にそうやってこう、在校生、すみませんね、どこの大学かも言ってないし、誰の話でもないですよ。僕の友人の王くんが、受けた時の話ですからね。50年くらい前かもしれない。100年くらいなんですけどね。そんな感じで雑でした。M 大学の方も確かね、2月の下旬か中旬が試験やったと思うんですけど、20日ぐらいやったと思うんですけど、外でご飯食べてましたね、お昼ご飯。今もそうですか？誰かこう受けた方コメントください。上野の、第二動物園、大学も、まあ、廊下で食べてましたね。廊下でもいいよということで、でもお弁当持ってきなさいみたいな感じやったかなとは思うんですけど、今どうなった？今もそうかなと思うんですけど、まあ、廊下ならまだしもね、外って結構寒いですよね、2月って確か世の中ね。わからないですけど、これ日本の話じゃないのかもしれないですけどね。という感じでございました。当時はインターネットとかの発表がなかったので、まあ、本人が見に行く、掲示板が大学でも結構遠いんですよ。多摩地方の方にあったりとか、国分寺界隈からバス乗っていく大学とかなんですけど、これ全部多くのから聞いた話なんですけどね。結構遠いんですけど、まあ、各予備校は大体こうなんか先生とか事務員さんみたいな人が写真を撮りに行くんですよ。確かそうやったな。写真撮りに行って、その写真を当時まだメールとかなかったかな？ファックスか、写真をファックスかなんかで送ったりなんかしてた記憶あるな。昔ってそんなもんなんですよ。で、もうなんか変な話ですよね。もう、予備校の先生とかの方が、学生よりも合否を先に知っていたというね。やっぱこれも違和感があり、雑な時代ってそういうもんなんですよね。雑い時代でございますけども、先に知っていたりとかして、なんか、
ね、学生さんがわざわざ遠方まで見に行って戻ってきて、先生が合格しましたお知っとるわいみたいな感じで変な話やなと思ったりとかしてました。僕はそういうの変な話やなとは僕はね、思ってたんで、僕は、上野動物園大学、美術学部の方を受けた時に、この話何度もしてますけど、合格したら、芸大合格っていうね、紙袋をもらう。だいぶ書き進んでたの。背景書いてます。こう、エッジとかジェット紙袋をもらうんですよ。白い紙袋に赤い字で芸大合格みたいな。それで目をこう、一層目が終わりました。いい一層目ができましたね。綺麗ですよね。肌のとこちょっとだけこう、青みがかった、緑みがかったような、ほんの少しだけ入ってるのは、一層目の段階で、シュッと。だから一層目を感色青系とかじゃなく、こう、暖色系の中にちょこっとだけ感じさせるように入れたんですよ。この目のこの辺とかにピッと入れてるのもそうですしね。何の話だっけ？そう。で、上野のその、動物園大学美術学校も、当時は掲示板で貼り出すんですけど、やっぱりこう事務員さんが写真撮って、そのデータとかなんとか、今みたいなスマホみたいな綺麗な解像度の高いもんじゃなくて、ちっちゃいガラケーのあの画面とかで送ってたのかな。なんか僕はなんか、ファックスやったような記憶があるんですよね。ファックスでビー、ジュードゥルンドゥルンドゥルンとか来てた、今から25年ぐらい前の話ですよ。で、それを見て、もう受験学生から番号とかをもう受験番号聞き出しといて、無理やり聞き出してたんですけどね。本当にもうダメだったらもうそのまま予備校に来ない子とかいるんで、もう一生も連絡取れへんっていう子がいるんですよ、案外。当時はね。雑い時代の話をしてますけど、で、合格したら白い紙袋をもらえると。で、もうそれを持ってたら合格やっていうことで掲示板があって、大学のなんか奥の事務室みたいなとこ行って、で、なんか、おめでとうございますって受験番号とこう引き換えにその紙袋をもらうと。で、それを持って意気揚々と上野の、あそこの噴水、今噴水あんのかな知らんけど、国立西洋美術館とかね、あの辺をずーっと通って上野の公園口の方まで歩いていくと、すれ違う人、合格をそこに見に行かんといかんから、あの人受かったみたいな感じで言われるんですけど、僕はもうそのジムのとこで紙袋をもろって、この中身だけをリュックにボコーンと入れて、白い紙袋はそこにバーンと廃棄して、リュック背負って、白い紙袋を持たずに帰ったら、ね、僕、その受かった年は、その予備校に通ってなかったんで、むさびの学生やったから予備校に受験番号を教えてなかったんですよ、もう当然ね。だから、なんか受けてたらしいよとか、二次試験まで行ってたらしいよとかっていうのはもう皆さん知ってると。で、最終的に合格したかどうかっていうと、ね、予備校の方には情報を上げてないからわからないですよ、予備校は。それで、こう、すれ違った人からの情報で、なんか、おぎそ落ちたっぽいよ、とかってみんな言ってたそうですよ。けと思いましたよ。本当に。すいません。細かい描写というか、今、こう、ごめんなさいね。こういう雑談もしていく、YouTube でございます。雑な時代やなっていうのをふと思い出しました。ちょっとこうコントラストを強めにしながらちょっとこう暖色系のですね。では、ほっぺたの方の影の方なんか少し感触を感じるような。で、一発目である程度そういうこう仕事をするようにして、二層目はまた同じこう暖色系でという風にしていっております。この両線と反射光と呼ばれるような感じっていうのの、描き分けみたいなところっていうのはすごくこう難しいし大事かなというふうに思います。どこまでこの2層目ぐらいである程度バチッとできるかなというのが課題かなと思います。変な話、東京芸大のその面接も二次試験に何人活かすかによってまたね、300人活かすとしても、先生たちって10何人いはると思うんですけど、全員で10人ずつで300人は僕多分無理やと思うから、5人ずつの教員でやるんちゃうかなとかね、適当なこと言ってますよ。とか、で、それでも150人でしょ？集団面接やろうなと。集団面接っていうのは4人ずつとか5人ずつとかちゃうかなと私は予想しますっていうぐらいじゃないと物理的に難しいんちゃうかなと。で、1グループ10分と考えたら、5人ずつやったら1人2分計算でしょ。っていうことは、なんか自己 PR だけちゃうからぐらいの感じほんとそんなんになってしまうと思うんですよね。一人10分ずつの面接とかって、物理的に無理でしょうね。っ
っていう風に考え、1日だけっぽかったんですね。まあ、ああいうのもいろいろクレーム来るんですよ。もう僕の友人の多くはそういう仕事してたから、例えば時間がね、ある組は長すぎて、ある組は短く過ぎてとか、あとどういうことやとかですね、先にやった人が、後の人にこう、情報を与えたらあかんから、もうそのまま家に返すっていうか、もう出てってくれぐらいの感じにせんといかんとかね。だから初めの組の人たちはもう、早く終わるけど、もしかして、試験終わるまで最後までいさせられる可能性結構ありますよ。9時半ぐらいに面接が、その人は終わったとしても、全員が終わるまで、こう、平等にっていうことで別の部屋で待たされるとかあるかもしれん。わからんよ。大変なんですよ、面接って。それなんでかというとね、国が言うてくるんですよ。いろんな面接、いろんな試験生ってもう大変ですよ。国の方からね、文科省が言うてくるんですよ。本当にもう、ね、いろんな面接、いろんな学生の、あれを、口を書いていってます。今だから言えますけどね、本当めんどくさい。もうね、どれだけこっちは大変かというのを本当にこうぐちぐち思ってましたけど、今すごい楽しくやっております。耳書いてますよね。だから本当にそういうのでクレームとかすぐ来ますしね、特に東京芸大は多分来ると思いますし、私たちの時代は雑い時代です。今言うてる25年ぐらい前とかに、私が予備校の先生とか大学院生、博士課程ぐらいの時とかは雑な時代。雑の時代はそれでよかった。僕は楽しかったですけどね。なんかこう入試、一次試験受かって二次試験に行った学生さんが校門の前で並ばされて、もうそこで校門の中入るんかな思ったら、そのまま水族館まで連れてかれたとかっていう話も確か昔ありましたよね。バスが何十台でドラーッと並んでて大変ですよね。もうそれでこうバス酔いすることが続出やったという噂でこう聞いたことあったりね。東京芸大の試験そういうこう変化球投げてきはるんでね。もう見たことないジャイロボールみたいなぐるぐるぐるぐじゅって曲がるようなボール投げてきはる大学やから、受験生もあれやろうけど、みんなこう、びっくりするときはみんなびっくりするので、動じないように動じますよね。面接とかもね、まあ集団面接なんちゃうかなとは、ごめんなさい、外れたらね、こんな予想ですけどね。こんな予想ばっかり立ててたのが予備校の先生時代です。いやね、で、大体小木曽先生は当たらないで有名だったです。ありがとうございました。だからあの人言うことあんま信じやん方がええよってよう言われてました。という感じで、細かい描写と大きな作り。そして髪の毛みたいな背景なんかもほぼ一発だけで書いております。で、細かい描写なんかもぜひぜひ皆さん参考にされてみてください。少し細い面素筆みたいなのを使いながら、シャ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 と書いていってます。陰影とかも捉えつつも、ですね、本当にこうなんかゆるい時代でしたよね。なんかね。まあ、国技館の試験とかは思い出深いから何度も話してますけどね。やっぱなかなかないですもんね。国技館で大学入試をしたっていう世代やから。ね、国技館。うわ、ケポモや、思ってました。うわ、鷹の花やってね、今の若い人知らんでしょ。うわ、鷹の花、優勝旗がうわっと飾ってあるんですよ。うわ、鷹の花や、とか思ってね、試験受けてました。ほんとね。まあ面接で大きな点数の差はつけんやろな。つけれるのかな。まあ調査書とかそういうのは出すのかな。いや、二次試験とか、あれは多分その出さないですもんね。確かね。なんかね。どういうあれなのかな。大変やね。でもね、もう適当な予想言うたら混乱させてしまうからね。あれなんですけども、練習、まあ自分らしさが出せたらいいのにねって思いますよね。まあなんで面接をしだしたか、ようわからないです。もう僕、その関係者ほぼもう知り合いおらんようになったから、昔って言っても今から10年ぐらい前は結構いたんですよ。その昔の教え子とか助手やってたりとかして、あったりすると教えてくれたり、どんなんとか言って、そうなんやとか、あんま興味もないけど、へえとか言ってたんですけど、今全くそんな知り合いもおらんので、ほぼね。あれなんですけど、ね、なんかそんなんとかでも今予想立てまくったり。これで、まあ2層目から3層目ぐらいですね。最後髪の毛とかを書き込んでいっております。まあそれぐらい、こう、話題にもなるんでしょ多分ね。なんかね、面接する方も大変もぐったーってなるでしょうね。時間とかもね、なんか難しいでしょうしね。先生方もいっぱい聞きたいけど、ある程度時間決めてるから。ね、そうするとこう、ね、志望動機はとかすべて聞いてたら、開始と同時になんか1時間ぐらいなんか文章書かせて、それからなんかするとかじゃんか。適当なこと言い出しましたよ。
で、もう全員に同じ問題じゃなくて、なんかこう簡単な、それは書いてないですか？小論文とか適当なこと言ってますけど。それやったら多分口述諮問ということになるから、口述諮問とか、なんとか小論文を貸すとかっていう風に、募集要項みたいなところ書かんといかんから、それはないか。そういうことをするとクレームめっちゃ来るんですよ。はい。だからもう書いて、それで採点基準というのを多分開示しなきゃいけない。大変でしょ、今の時代ってもうね、雑い時代と違うので、その合格、どういうところをクリアしてます。どういうところをクリアしてます。どういうところをクリアしてますみたいな、あるんですよ。そういうのをやっていかんといかんのですよ。でもなんか一個だけ100点、あと全部0点とかで合格ってしたいとこじゃないですか。本来それがいいと思うんですけど、結局はそういう風に何か審査基準みたいなのを開示しなさいってなってきたら、なんとなく85点、85点、85点とか90点、90点、90点と取れる人が、いいという風になってきてしまうんですよね。これってすごい難しくて。でも、本当は多分何にも一言も喋らん子で、もうね、面接とか全然向いてない子で、でも何かやらしたらすげえっていう能力持ってる子の方が、そういう子も、ぜひその芸術家になってほしいと僕は思うんですよ。わかります？言いたいこと。なんもあいつ4年間喋らんかった。一人いた。僕の、もう終わりそう。何分だった？あと7分ぐらいから喋るけど、私の学年の1個下の女の子で、同級生と全く打ち解けない子がいたんですよ。ちょっと細かいこと言うとすぐ分かってまうから、あれですけど。もう本当になんか、僕それ全然知らなかったんですよ。でもその子めちゃくちゃ才能ある子で、もうすぐ才能あると。で、でも一個下で。で、大学院も違う、私が行った研究室じゃないところに行ったんですけど、ある時、大学院の2年生とかぐらいの時にその女の子突然私の研究室で絵描いてるとこ出てきて、なんか、木曽さんとか言って、何々さんやと思って、もう私たちからすりゃスターなんですね。で、突然入ってきて、お話、させてもらっていいですかって突然来たんですよ。と思って。で、いいですよって入ってとかって言ってなんか話をちょっとした記憶があって、で、後日、何年かした後に、その同級生の子に、いや、何々さん僕のとこ訪ねてきはったよって言ったら、って、同級生たちもほぼみんな喋ったことないと。あの人、おきそくんとこ遊び来たのとか言う。来たとか言って。ねえ。でもすごい同級生たちもみんな認めてると。でも面接とかしたら弱いやろうなと思うんですよ。もちろんその成績もめちゃくちゃ優秀な成績だったんですよ。東京芸大のね。でもで、面白かったのはそこの先生がとある地方の画塾みたいに開いてて、結構キャラの強い人で、その人がなんか、その子と一緒になんか学祭の時一緒来た記憶あるわ。君が大木さんくんかって言われて、なんやこのおっちゃんみたいな思って。もしや東海地方やったと思うんですけどね。あれ東海地方になるのかな来はった。なんか変なこと思い出してきたわ。なんかそんなこともありました。あんな感じやったら、なかなか面接とか逆に難しいんちゃうかなと思うけど、それを見抜かんといかんと思うんですけどね。だから難しいですよね。様々な入試とか言うてもね、なんかすごい難しいなというふうに思いますよね。本当なんか好きなこと3時間あるからあげるから、好きなことスマホとか使ってええからやりとか、そんなんしたら、それで発表会すればいいんちゃうね。なんか適当なこと言うてますけども、こうやってね、YouTube で動画作れますとかもでもね、これからの時代だったらええかもしれんしね。なんてダラダラ髪の毛細い線引いております。この動画まずいな、いろんなこと言い過ぎたね。久しぶりになんかフリーに適当に喋ってしまって、この動画後で削除するかもしれませんが、こんな風な感じでございます。大学入ってその後ですからね。本当にね、大学は本当に有益に使ってほしいなと思います。東京芸大って僕はそんなに別に天才ばかり、もうその子はやっぱ天才だと思いました。正直言うと。もう天才だと思ってました。だから数少ない天才のうちの一人かな。そんなおらんよっていう、なんか天才ばかりっていう風に皆さん言いがちですけど、そんなことはなくて、その子はなんか今も僕は作品好きやったりするし、今も続けていってます。ということで、髪の毛明るい、これね、不透明の白とかも使って書いていってます。すみません。雑談の
オンリーの動画、こんなんも良かったという人はぜひコメントまたはグッドボタンをいただけると、また作る気になります。バッドボタンが多いともう作る気がなくなる。なことはないけどね。ということでございました。大学入試も大変、世の中って大変やよっていうお話でございました。雑な時代を生きた、いわゆるロストジェネレーション、半沢直樹の2の方ですね、ロストジェネレーションの逆襲というあれサブタイトルついてるんですけど、その世代のぐちぐち言うた話でございました。最後本当に書いてるか書いてないか分からない程度ちょっと細かいハッチングと呼ばれるような線描を重ねていっております。ね、細かい描写をして、微妙なハーフトーングラデーションみたいなのを作っていくということでございました。これはキャンソンっていう紙でございます。キャンソンっていう紙に書いていきました。頑張れ受験生ということでね、受験が全てではないんでね。でも、一通過点として非常に大事なあれだと思いますので、大学入ったら遊ぶときは遊びまくってね、勉強するときは勉強しまくってね、大学行きたかったという人はおじさんの YouTube いっぱい見て、ぜひぜひ、高評価でボロクソ言われてほしいなと思い、そこまで言ってないと思うんですけどね。ということでございました。もうちょっとやっぱここを暗くしたいなと思って、ほんの少し微調整をしました。これ勇気いります。ね、こういう仕事、非常に勇気がいる仕事でございます。ということでございました。本日もご視聴ありがとうございました。人物ちょっと写実的に描いてみる。下地の作り方など皆さんにとっては参考になった動画なんじゃないかなというふうに思います。常にパレットを見せておきましたので、こんな色で描いてやるなっていうのも、少し参考になればと思います。次回また最後までよかったらご視聴いただければと思います。ということで解説は以上です。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？もうね、最後の方、ネチと書いていくという感じでございますけども、しっかり書き込んでいったという作品でございます。身近にいる方とかをモデルにですね、ぜひぜひ描かれてみてはどうでしょうか。細い線とかもね、面相筆とかでシューッと。そんなに透明水彩で細い線って難しくないと思いますので、不透明なんかも使ってみたりしても面白いかもしれません。それではまた次回よろしくお願いします。では。